はい、おはようございます。今日のテーマは、こちら、バーン。はい、ロードバイクってぶっちゃけどれぐらいお金かかるのということで、僕の年間の維持費っていうのをですね、ざっくりと共有していこうかなと思います。ロードバイクをね、買おうと思ってる人とか、乗ってみたいと思ってる方いると思います。で、車とかね、バイクと比べてよくね、維持費がかからないと言われておりますけども、ぶっちゃけじゃあどれぐらいかかるのっていうのを、今回ね、一例としてお話しできればなと思います。自転車にお金がかかる部分っていうのは一言で言うならメンテナンス代です。はい。消耗品だったり洗車とか、重油とかそういった部分も含めてですね、いわゆる快適に安全に走るために必要なものが維持費になります。はい。そして別にこれは強制ではないんですが、自転車保険。これね、忘れない方がいいと思います。自転車保険も維持費として入れてもいいぐらいですね、とっても大事なトピックになります。どれぐらい実際かかるかっていう話なんですけども、これはね、本当に頻度によります。乗る頻度。週6回乗ってる人と、週1回乗ってる人では、もう消耗品の消耗具合は全然違いますし、月にね、500キロ走る人もいれば、月に数千キロ走るような人もいますので、当然かかってくるお金っていうのは変わってくるんですが、じゃあ私どうなのというところを今回ね、お話ししていきたいと思います。僕の場合ですね、年間ね、1万いくかいかないかぐらいが最近ですね。ロードバイクに乗る頻度はですね、ぶっちゃけ、子供も生まれて、自転車系の YouTuber って言ってもらってますけども、言うほど乗れてないのが正直なところです。週に3回ぐらい。そのうちの2回はローラーかな。で、ワンライドは結構がっつり走る時もあれば、本当にね、20キロとか30キロ程度で終わるようなパターンも多いです。いわゆるホビーライダーってやつですね。はい。普通に自転車好きだけど、ガチ勢ではないっていうタイプですね。消耗品とか、ライトとかね、ベルとかそういったもう自転車買ったら最低限揃えようねっていうものは全部揃ってます。消耗品も全部僕持ってます。参考程度にね、聞いてください。まず、年一で買えるもの、紹介します。はい。ブレーキのパッドですね。ロードバイクね、ディスクブレーキ。ね、僕の場合バイクは全部ディスクになってますけども、ディスクのローターをバシンってブレーキをね、効かせるためのブレーキパッドというものがあります。これはね、ブレーキをすればするほどすり減っていきます。だいたいシマノのやつで3000円ぐらい。これ年に1、2回は変えてますね。チェーンですね。自転車のチェーンです。これはね、年に回は変えてるかなと思います。伸びたら変えるって感じなんですけども、僕の場合はね、複数台自転車持ってるので、1台のバイクが集中して走るわけではないんですが、年に1回ぐらいは交換することがあるかな、どうかなっていう感じのレベルです。チェーンもね、グレードにもよるんですが、3000円とか4000円とか、そんな感じでございます。ってな感じでですね、ぶっちゃけると、ある程度オイルとか、洗車道具を持ってたりとか、そういったメンテグッズを持ってると、そんなもんで済んじゃいます。はい。パッドとかはもうなくなったらもうどうしようもないし、チェーンもね、伸びちゃうとやっぱ変速に影響が出ちゃうので、その辺は僕必ず変えるようにはしてますけども、他はですね、結構変えてないのが多いです。ただ僕自分でね、洗車結構するタイプなので、その辺のね、部分も紹介していきます。ウエス、いわゆるタオルですね。こういうもうちょっとだいぶ汚いんですけども、こういうタオル、なんでもいいです。100均のマイクロファイバーのタオルとかでも全然いいと思います。定期的にね、変えてます。だいたい100円とかですね。はい。チェーンクリーナーですね。こういうやつ、1500円ぐらいで売ってます。なかなかなくならないです、これ。結構長持ちしますので、年一で買ってるかなと思います。1年は持たないかなって感じですね。そして最後、自転車保険ですね。人によると思いますけど、僕の場合は年間2000円でやってますので、比較的に安く収まってると思いますと。いうことで、僕の場合は、消耗品をね、すでに持ってる状態で、維持費は約1万円だと思います。パッドに関しては年2回買えるとしたら、もうちょっとかかりますけども、年1回買えるレベルであれば、年間約1万円ぐらいです。はい。結構安いでしょ？やっぱ安いですよね。はい。自転車は安いと思いますよ。そして、数年に1回買い足してるものもありますので、この辺もね、ちゃんと説明していきたいと思います。はい。これですね。はい。シーラントです。チューブレスレディのね、タイヤを僕使っていて、チューブレス運用をしてるので、シーラントはね、持ってます。
これをね、タイヤにね、数十グラム入れるとですね、小さなね、パンクとかをね、全部防いでくれて、もうほぼ、僕の場合はほぼパンク、ここ数年パンクしてないんですけども、これがだいたい2000円ぐらい。もう全然なくならないから、これ。本当に、いつなくなるんっていうぐらい長持ちするので、シーラント自体のね、使用期限みたいなのもあると思うんですけども、一つのタイヤに対して、30から50ぐらい僕入れてるんですけど、で、だいたい3ヶ月から半年に1回継ぎ足してる感じですね。で、まだ全然多分半分ぐらい残ってるのかな。はい。大変長持ちしてます。バイクの洗車をするって言ってましたけども、僕何使ってるかというと、いろいろあるけど、最近はもうこれ1本でやっちゃってます。シュアラスターのゼロフィニッシュですね。これ3000円ぐらいになっちゃうんですけども、これ一応ね、コーティング剤というジャンルではあるんですけども、汚れを落としてかつコーティングもするよっていうようなスプレーですね。これ1本で簡単な洗車はやっちゃってますね。はい。で、しかもコーティングもしてくれるんで、汚れもね、ついたとしてもすぐにピッてね、落とせるので、とても気に入ってます。これもなかなかなくならないね。こういう綺麗なウエスにシューッと当てて、こうやってふきってやってるだけなんですけども、なかなかなくならないです。こういったオイルもですね、買ってますが、年一では買ってないかなって感じですね。多分2年に1回ぐらいのペースで変えてるかなぐらいの感じです。なかなかね、オイルは本当にちびちび足すので全然なくならないんですよね。だいたい1500円とか、高いやつだとね、5000円とかもあるんですけどね。ロードバイクで言うなら、バーテープですね。自転車を握る部分のバーテープに関しては、僕の場合は1、2年全然持っちゃってますね。組んでから変えてないんで、もう何年って感じ。3年とかでも全然変えてないですし、気になる人はね、変える部分だと思うんですけど、僕は全然気になってないので、まだ変えてないです。はい。予備のもね、一応買ってるんですけどね。はい、ただ変えるなら、だいたい3000円とか、安いやつで2000円、3000円。高いやつだとね、5000円とかしますけども。はい。そんな感じですね。ボトル。これもね、一応消耗品として僕は取り扱ってます。はい。ボトルもね、やっぱりずっと使ってるとボロボロになるんですよね。そこがすごい汚れちゃったりとか、この辺が汚れちゃったりとかして、洗ってもやっぱり匂いが落ちなくなってくるとかね、スポーツドリンク系入れてる人は。そういう人もいると思うので、これも一応消耗品として使ってますが、2年に1回とかそこらじゃないですか。はい。変えたとしてもね。一応ボトル1500円とか、そんなもんだと思います。タイヤですね。タイヤはですね、一般的には、5000キロぐらい走ったら交換しましょうねとか、溝が消えたら交換しようねとかあるんですけども、僕の場合は、1年に1回変えるかどうかのレベルですね。2年に1回変えるかなとか、そんなもんだと思います。はい。結構長持ちしちゃってますね。僕の場合はですね、バイクが複数台あるので、1台のバイクで年間1万キロ走ってるわけじゃなくて、複数台のバイクで結構年間それぐらい走ってるから、トータルで見るとね、全然分散されちゃってるので、タイヤ長持ちしちゃってると思うんですが、バイク1台持ちの人なんかはおそらく年間1回ぐらいね、変えることになると思います。で、タイヤもですね、いろいろ種類があって、いいやつだとね、この6000円とか、7000円とか、高いやつだとね、1万円とか全然するんですけども、それもですね、乗る頻度によっては、変えなくちゃいけないパーツ、消耗品なのかなと思います。はい。ってな感じで、数年にね、1回変えなくちゃいけない消耗品、オイルしかり、パーツしかり、やったとしても、安いものを使えば、せいぜいね、行ったとしても2万円ぐらいかかるのかなと思います。はい。僕の場合は1万円かかって、たまに2万円の年もあるかもしれないし、がっつり買えんなればね、3万円かける場合もあると思いますし、結構ですね、年間の維持費は世間と同じように安い方だと思います。人によっては、じゃあもう1年お疲れ様でしたって言ってオーバーホールやってもらう人もいると思います。もうバイクをね、隅から隅まで綺麗にするサービスなんですが、そういうのを使うとね、結構数万円するので、一気にパーンって跳ね上がると思うんですけども、あまり几帳面じゃないレベルの人であれば、年間1万円もあればですね、ロードバイクは快適に乗ることができるんじゃないかなと思います。もちろんね、消耗品とか、こういうオイルとか全部持ってる体での話ですけどね。ゼロから揃えるとね、それはもちろんお金かかりますけども、でも一回買っちゃえばね、あとはそれを使っていけばいいだけなので、ロードバイクのですね、維持費っていうのは、やっぱり安いよというお話でした。ぜひね、参考にしてみてください。僕のチャンネルの中ではですね、ゴリゴリ走ってる人とかもいっぱいいらっしゃると思いますので、いや、俺はこんぐらいかかってるとか結構ね、
いらっしゃったらぜひね、この、年間維持費自慢大会をちょっとね、していただければなと思いますけども。はい。まあ、今回の動画は以上でございます。参考になった方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。それでは、次回の動画をお楽しみに。